地中水明診断士のたけるです。今日もね、ブラインティーンプロデューサーの意味でありがとうございます。今日はね、日種が陰の火の五行、火の土の人の特徴を見ていきたいと思います。で、火の土の人はね、学問でしたり、知恵をね、示します。灯火でしたり、人工の火、ろうそくでしたり、明かり、松明とかね、に例えられます。またね、火はね、金を濃くすことからね、過酷金と言いましたよね。ですのでね、人間はね、昔火を作り出すときね、知恵の第一歩となりましたよね。そして、火の土はね、火の絵の火に比べると弱い火なんですけども、地に降りたね、陰の火なんですよね。いわばね、薪を燃やしたり、ろうそくの人も、言います。ですがね、時には太陽よりね、弱い人工の火力でも、合金を連磨したりね、バーナーとなって、強いものをね、制することもできるんですよね。またね、燃える炎は、素材次第でね、大きな松明となって、人々はね、火の実力を示すこともできます。そばにね、燃料となる木の絵でしたり、木のとがね、あれば、バランスのいい面識とも言えるでしょうね。ですのでね、木の絵の太陽のように外に打ち出すエネルギーではなくね、火力を内面に秘めた情熱家でね、一見クールでしたり、深くね、慎重なんですよね。太陽がね、沈んだ後に夜の闇を生き返らせる神秘の明かりはね、哲学的であり、宗教的でありね、人生を深く考える孤独さもあるんですよね。このようにね、このチャンネルでは今のあなたの本質、伸ばすべき長所と改善すべき短所や、人間関係や価値観、仕事、才能、恋愛、結婚の夢など、自分自身がね、どういった人物なのか、自分がどんな性質を持っているかなどね、わかるような説明をしていますので、自分を知りたいという方やね、自分らしく生きたいなんて方がね、手助けになるかもしれませんので、最後まで見ていただけたらと思います。こちらはね、前回の先生が内面の性質に対して、あなたの表面上の性質となります。いわばね、周りから見えるあなたの自信ということにもなります。ではね、ヒロトさんの大まかな特徴を見ていきましょう。計画的で、単純で、秋っぽい面と、粘り強い点を甘く持つ、また掴みどころのない性格がね、魅力的でもね、ある人なんですけども、何かね、新しいことをするときには、非常に慎重で計画的でもありますよね。そしてじっとね、実機を伺い、チャンスが来たと見えるとね、パッと行動に移すんですよね。そしてね、単調な作業や仕事には向かずね、音楽や芸術でしたり、創作活動、またはね、執筆など変化に富んだ職業やね、夢なる仕事に就いたり、好奇心をね、満足できた時に本当の能力を発揮したりするんですよね。またね、地中水明でしたり、生成術、風水などの世界にも向いてたりします。次ですね、神経質で、繊細な神経とね、豊かな感受性を持つ人です。また強い感と豊かな想像力をね、持ち、人一倍神経質なんですよね。そういったことから、時にはね、自分の世界と現実のギャップにね、悩むことが多く、それが原因で仕事をよく書いたり、恋人とトラブルを起こしたりする傾向もあります。で次ですね、好き嫌いがはっきりで、束縛されるのがね、嫌いで、好き嫌いもはっきりしますから、一人でいる方が気楽だという面もあります。さっきのね、火の上の人と同様に熱しやすく冷めやすいんですけども、ほどね、好きなことではない限り、長続きしません。しかしね、集中力と感動するとさ、理解力に優れている点は疾患中で一番と言われています。日種が春月生まれの人、2月虎、3月、4月殺ですね。夢とか目標をね、とても大事にする人で、人一倍勘が優れているんですね。自分自身と夢をね、信じて行動する人で、身に乗ると大成功を収める傾向があります。同じ芸術活動でもね、虎月生まれの人は、伝統のね、枠のある方で、うつき、たつ月生まれの人はね、逆に伝統やね、枠にね、縛られない方でチャンスを使う傾向があります。ですのでね、虎月生まれの人は、規律性がね、大事で、うつき生まれとたつ月生まれの人はね、柔軟性が大事ってことですね。日種が火の土で、夏月生まれの人、5月に、6月、7月、羊ですね。夏月生まれだと、ほとんどはね、強い火の土の性格になります。三月とね、馬月生まれでは、束縛されることを嫌いね、より好き嫌いのはっきりした面がね、現れてきて、プライドが高くてね、自分のやり方や仕事にこだわったりするんですよね。また対人関係では、無意識のうちに、損得で人を評価する傾向もあるので、気をつけましょう。やっぱりね、火の土なんで、火なんでね、夏は暑いですよね。ですので、よりはっきりね、その、火の土の性格が出ます。で、日種が火の土で秋月生まれの人ですね。8月猿、9月鳥、10月犬ですね。日種、火の土の基本的な性格であるね、慎重計画性というね、面が強調されます。それでね、猿月、犬月生まれの人は、人一倍ね、自分の世界にこだわり、自分のペースを大事にするんで、自分で納得してね、行う面が出てくるので、融通の利かないところでしたり、決断力にもね、少々、革面も出てきます。それでね、人から干渉されることが嫌いで、他人のこともね、あまり干渉しない、傾向もあります。でね、鳥付き生まれの人はね、陽気さが出てくるんで、楽天的でユーモアに富んでいてね、他人の面倒もよく見る傾向があります。音楽や芸術、舞台にも興味を持つという、暗示もあります。で、日種が火の土で冬月生まれの人ですね。11月に、12月ね、1月にしてですね、いじっぱりね、負けず嫌いな面が出てくるので、それはね、他人に対してではなく、自分の中の夢やね、目標が達成できなかった時に現れる傾向があります。自分で決めたことにね、
負けたくないという暗示がありまして、ですからね、努力家でもあります。部下や後輩に対してはね、面倒見のいいところがあってね、他に、火の鳥でしたり、火の弓、馬などのね、火の、5行の監視があればね、他人の才能を伸ばしたり、工夫する才能を持っています。血液の、火の鳥の人健康ですね。火の鳥の人はね、基本的に、体が、強靭な、健康な人が多いです。それがゆえにね、強靭に任せて、健康管理を怠る人が多い傾向もあります。そういったことからね、もしね、体に不具合があるとしたら、強靭な人にありがちなね、心臓でしたり、その他のね、循環器系統の病気に注意する必要があるんですよね。ですので、他にね、心臓、血脈、血圧、神経症などに、注意しましょう。今日はここまで。このぐらいね、皆さんの転換の性質がお役に立てれば、幸いです。また、インスタグラム、ツイッターなどやっていますので、配信情報などを発信していますので、友達とかよろしくお願いします。では、またね、お会いしましょう。バイバイ。今日も見ていただきありがとうございました。